Hello，大家，相遇咒语中第3集来了。经过了上次半金正他酒后吐真言，对着合章说出了自己真心话，然后被嫌弃了之后，我们看看半金正他会不会勇敢的做出为自己更好的决定，赶紧离开合章吧。这边的又不知道问题什么时候要爆发哈。あ、私今日彩子さんとご飯食べて、その後実家に泊まるね。あ、そうか。诺啦，ご飯粒ついてる。等吃完再一次擦掉。はい。好哦。子供みたい。行ってきます。いってらっしゃい。女朋友真的还是贴心的哈。返信遅くなりすみません。哦，回好长哦，这次。僕は学生時代からの親友と暮らしていて、哦。もちろん男ですが、セックスしたい、抱かれたいと思っています。他没有想到对方是男同是吗？あなたと立場は違いますが、生殺しという点では同じです。拒否でした。いつものことですが、今回は少し答えました。哦。他听到了下雨声吗？不是，あ、ごめん、起こしたか。可张还是像往常一样跟他相处哈。和明、昨日だいぶ酔ってたな。回避这个话题。和明、俺昨日ヨーグルトの方が良かったか。何张刚刚大声呢，在故意要压掉这个话题。いってらっしゃい。あ、車とか気をつけて。マジっすか。一显这个回复算友善的，表达了一点点的惊讶，但也表示理解。重复阅读这封 email。マジっすわ。哦，大変ですね。まあお互いに。俺は大変なのかな。好きな人と付き合えて、他们刚好都在守空巢。多分結婚もする。真剣に悩んではいますけ哦，这ど、镜头大変っていう不ほど错哟，のこと这段なんでしょうか。剪辑很有创意。パートナーとして一緒に住んでいるのにセックスを拒否するって、お酒飲んだら暴れるけどいつもは優しい人と構造的には同じじゃないですか。这个嘛，俺が気づかないだけで、彼女が我慢していることもあるでしょうし。一人でこらえているあなたは優しいと思います。相手が好きだから他从こそ这边走过来，刚好他从困那边走らせたくな出来いし。你们两个就这样越聊越了解彼此，越聊越适合談恋愛。担当者がもっとこちらに来てもらいます。申し訳ありません。乗ってた電車が止まってしまって。哟，你们两个当初是这样一见钟情的呀？会社辞めるの？うん。前からね、ネイルの勉強したくて。今度萩原くんの爪でも練習させて。牵手。営業マン向けのツヤピカな感じだから。私がやったら営業成績上がるはず。你这个略显阳刚的业务员也要来做 job boy 吗？虽然说在日本可能不太适合，而且业务还要比较符合大众的形象，不可以太跳脱。これから会いに行ってもいい？哟，え？私、萩原くんのこと好きになっちゃったかもしれない。当初还是女生先喜欢他的呀。今すぐ会いたいな。俺が行く。暗爽，今どこ？没有暗爽，是明爽。哎呦，俺も会いたかった。香り。哦，你们以前还会像这样来开房间哦？撮って。いいよ。当初这么热烈，是不是？曾经的他们，なんか緊張する。俺たちはいつも自分の気持ちに正直だったと思う。
这就是房间里的大象，两个人都心照不宣。一贤有尝试想要跟相知沟通吧，有尝试想要打破现状，但都被婉拒。实在是现在也没有说关系不好，但是想到自己曾经是那个样子，真的是很怅然呢。你果然是那种会喝矿泉水的人嘛？虽然这是表面上的。今まで好きになった相手もずっと男だったんですか？ぶしつけですみません。果然是他好奇的哈。お、中西さん。哎呦休日出勤ですか？所以你刚刚也是边进公司边走路边发 email 呢吼。取引先の人が出世してお祝い送ろうかなって思ったんですけど。大変だな営業は。ついでに同期会の店に傘返しに行こうかなって。どこかで手土産でも買って。よくそんな甘いの飲めるな。疲れた時だけ自分を甘やかしてんすよ。かえって体に悪そそれ彼女にも言われます。だから会社でだけこっそり。哦，果然他跟他女朋友是有一点点隔阂的。う。一緒に行こうか傘返しに。駅直結のマンションって家賃高いっすよね。哦，你们全公司都跟店家借伞，然后就由你一起还回去呀、友達とルームシェアですか？まあそんなとこ。合租，讲的这么客气，两个人现实中这么客气，email 已经聊得挺深入了。そのバッグいいっすね。友達が作ったんだ。デザイナーで。へえ。哦，俺も欲しくなるそういうの。俺には似合わない気がする。中西さんに似合ってるって感じ。しっくりハマってる。你们现在看到的半井真也不是真正的他吧？可以说半井真现在整个人都是合章的形状啊。デザイナーになる人ってやっぱ美大とか出てんすか？いや、俺と同じ大学。普通の。你们是大学同学啊？俺は雑な性格で、そういうの全然ダメだったから。在日本走路还挺累哦，一直在上天桥、下天桥、爬楼梯。不过也多了很多可以聊天的时间。その人と一緒にいるうちに、まあ似てくるっていうか。就是你变成他的形状了吗？やっぱタクシー拾いません？你们走这么远了才想到俺車嫌いなんだ。啊？え、そんな人います？いいよ。このまま歩きで。そうっすか。所以合章开车，他其实也不太喜欢，是吧？その財布も友達のですか？そう。半井真这样子一出门，还是一直都聊到合章。そのデザイナーの人、中西さんの同居人っていうか彼女ですか？なんで？いや、哦，又下雨了。雨。哦，你们跑到哪里去躲雨？でも中西さんは雨に濡れたかったんじゃないですか？この間みたいに。今日はそんな気分じゃない。喝醉酒的时候才会想要伤春悲秋一下。啊，你们去到这是哪里？こんなところに美術館あったんだ哦，美术馆哦。ですね。哇，我觉得这空间还蛮狭窄的，虽然做美术馆。天使，无头无四肢的天使。啊，这个是恶魔。你对恶魔比较有兴趣哟。法月，女性升天。哇。哇，两个人看到都有感觉哦，还吞口水了啊！是要成为天使，还是跨过那个界限成为恶魔？やんだんじゃないかな。没有越界，打破了。
你们两个这样离开，法月留在原地，感觉好像你们人人回来随时会堕落吧？ごめん、ちょっとメール一件打ちたくて。あ、俺も。哦，不会吧？我期待的要来了吗？雨宿りで美術館に来てるのですが、すごいものを見ました。その姿から生きてる限りきっと性の葛藤からは逃れられない、そんな気がして。确实，那尊雕像还不错的。我没有看到本尊，我都有这种感觉。两个人一起，すごいタイミング。今美術館で女の人の木彫りの像哦を見ました。哦，太喜欢了！我觉得这个安排太棒了，这个相认的剧情编写的好。哎呦，怎么了？我怎么觉得半景真有点……这个人居この間然是你。話してた雨音流すサイト。讲话呀，你们两个。今かよ。嘿嘿嘿，好了，接受了。我们最期待的所谓的掉马剧情，两个人互相认出来的剧情，哎，在这一集就这么巧妙的，又在一个性感的氛围下发生。坦白说，我很高兴，你知道吗？两个人在该聊的都聊了，就是自己跟自己的同居人的关系交代给对方之后才掉嘛。要是现实生活中的整跟一贤，应该没有办法这么畅快的交流。但是因为两个人逆你这样子交流完了之后，再在现实生活中相认，那么我觉得往后要再推进什么感情线，哎，应该都非常的顺了。我不知道为什么我这一集在看香织跟一贤的爱情故事的时候，总是让我想到花束般的恋爱。电影末尾两个人分手在素食店的那场戏，本来山鹰跟门胁两个人都已经谈到快要结婚了，结果看到了隔壁桌的一对情侣，简直就是他们当年的自己，哇，根本接受不了现在两个人的一些荒唐跟一地鸡毛啊。电影在那场戏之后，两个人就心照不宣的分手了。不知道这部剧一贤和香织会如何处理收尾他们的感情。我还是一样的意见，我没有那么喜欢看出轨剧情，可以的话最好不要让我看这种东西。但如果一定要的话，希望编剧还有导演好好处理。行啦，希望他们两个相认之后，两个人都能够慢慢找到属于自己的幸福。这集就看到这边，下次见，拜拜。